こんにちは。お久しぶりの動画になったんですが、万年筆はずっと日々もう普通の文房具としてというか楽しく使っていて、文房具屋さんに行く機会が減ってるっていうこともあって、新しい万年筆に対する興味がそんなに湧かなくてですね。なのでずっと安定したというか、ペリカンの万年筆にはロイヤルブルーを入れて、あとセーラーだと双木と青木をずっと入れてて、でプラチナはプラチナのブルーブラックかカーボンのブルーかなを割とずっとそういう地味なローテーションというか、でも毎日かなり楽しく使っていてという感じでして、で過ごしていたんですが、万年筆をすごく久しぶりに買ったので、せっかくなのでね、動画で開けていきたいなと思います。で早速開けながら買った時の話をするんですが、これは結構前から興味があってですね、どっちがこうですね、セーラーって書いてありますね。見えるかな、セーラーって書いてあって、ここにで欲しいなと思ってたんですけど、これ普通のセーラーの箱と違うのかもしれない。ここに引っ張るとこがついてて、マグネットですね。というわけでですね、購入したのはこちらですね。で内側の袋があったので、ちょっとハサミで切って開けたんですけど、こういう感じで、見えるかな、ピントがきますかね。ピントが合っていると信じて読みますが、プロフィットのブラックラスターの F です。これを購入しました。特徴としては、キャップを開けた時のここがですね、この金属のものが入っていまして、見やすいように後ろのものを片付けてきたんですけど、こういう感じでこの首軸のところが金属になっていて、したがって持つ時に下重心になるんですね、割と特徴的に。でそのためにロースクールに通われている人とか、法律の勉強だとか、その試験で長く書くような人に割と推奨されている万年筆になります。で別に法律の勉強は全くしてないんですけど、数学の勉強をするときに前重心のというか下重心の万年筆と後ろ重心の万年筆とどっちがいいのかなっていうのが気になっていて、それを比べてみたいなというか、前重心の万年筆も1本持ってみたいなと思ったので購入をしました。で文房具屋さんとかに気軽に行ったりはしてないんですけど、安心と信頼のセーラーさんのペン先だったら普通にネット通販で買っても大丈夫かなと思って購入したっていう感じですね。しばらく前から買おうっていうのは決めてたんですけども、とある筋肉注射を打ちまして、察してほしいんですけど、でそれがね、それを打った1日後くらいにすごい熱が出て、本当にしんどくて、これはちょっと後に楽しみなものを用意しておかないと耐えられないと思って、でこれを注文して、でその届く日みたいなのを数日先に入力して、でこれでこの万年筆が届くということで耐えるぞと思って耐えたという感じですね。で無事にその苦しみから生還したので、今この万年筆を持ってニヤニヤしているという状態です。いいですね。インペリアルブラックってありますよね、プロフェッショナルギアの。インペリアルブラックも気になっていた時があって、でもこれもそのインペリアルブラック的なかっこよさがありますよね。で下重心ってものすごくもっと持った感触が万年筆らしからぬ感じなのかと思うと、そうでもないですね。別にこういう万年筆かっていう感じです。この時点で取り立てて持ちづらいとかいうことは特にないです。今日はこれに以前万年筆を買った時にこのブルーブラックのインクをもらってきていたので、これで実際に書いていきたいなと思います。大きさを比べていきたいと思います。上がプロフィットカラー、真ん中が今紹介しているプロフィットブラックラスターで、下がセーラーのプロフェッショナルギアです。こうやって見るとこのプロフィットカラーよりも一回り大きいサイズという感じになっています。上の方はペン先が14金中型なんですけども、プロフィットにも21っていう21金の大型のペン先がついてるものがあって、でこれはそれと同じ大きさみたいです。
プロフィットの21金大型2部の万年筆を持ってないので、一番上にプラチナ万年筆のセンチュリーを持ってきました。これが割と持っている万年筆の中では大きさが近かったです。あと、後ろが丸っこい形なので、それも持っている万年筆の中ではこれが近いかなっていう感じで。で、下は変わらずプロフェッショナルギアの21金大型2部のものですね。で、キャップを外すと大きさとしてはこれぐらいの感じになります。やっぱりこのベスト型だと後ろがこう短くなってますね。プロフェッショナルギアの方が。次にですね、キャップをそれぞれ後ろにつけた時の大きさはこういう感じですね。これで見てもこの上のプラチナ万年筆のセンチュリーと割と近い長さになっています。次に重さの話をしたいと思います。今回家にある測りで測ったので、なんでかっていうとキャップとか首軸とかの重さを比べたかったので、家にあるもので測ったので、カタログに書いてある数値とちょっと違っている可能性があります。今回購入したプロフィットブラックラスターは全体で 26.7g、キャップが 8.5g で首軸が 11.9g、胴軸が 6.3g です。で、プロフィット21っていうシリーズはカタログ上の数字なんですけど、21.6g、全体が 21.6g で、ペン先がプロフィットブラックラスターと同じ21金の大型。で、大きさも同じなので、多分、キャップと胴軸に関しては、プロフィット21シリーズとブラックラスターと同じような感じなんじゃないかなと思います。プロフェッショナルギアの21金のものが 22.5g で、キャップが 9.4g、首軸が 7.1g ですね。あと、こんな感じです。で、プラチナ万年筆のセンチュリーも一応重さを計測していて、で、それだと、首軸が 4.9g ですね。このプロフィットブラックラスターだけは、カートリッジが後ろについている状態で測ったので、それでちょっと重いっていうのもあるんですが、でもコンバーターじゃないのでね、なんですが、このプロフィットブラックラスターだけは首軸だけで 11.9g あって、その辺の万年筆ぐらいの重さがあります。で、プロフェッショナルギアと比べても 5g ぐらい重いっていうことになりますね。で、センチュリーは大きさはだいたい見た目は同じくらいだったんですけども、全体の重さで言うと 5g 以上違っていて、で、その重さはどこの重さかというと、首軸の重さですね。では、カートリッジのインクを入れていきたいと思います。いいですね、この、無機物というか、冷たい感じ。うまく言えないな。かっこよくていいですね。なんか、最近カートリッジを使っていないからか、カートリッジを刺す筋力が落ちたかもしれないですね。こういう感じで入って、こういう感じですね。ちょっとでは早速書いていきたいと思います。とりあえず書いてみたいと思います。指先の細かい力がすごく使えるというのかな。小回りが利く。鉛筆とかって持ってる時って結構この指先のこの辺のこう動きで字というか筆先というかコントロールすることが多いんですけど、その感じができる万年筆っていう感じですね。だから、万年筆で小さくかつ丁寧な字、お習字みたいなのって割と書きづらいと思うんですけど、それが多分しやすい万年筆ですね。なので、なんというのかな。すごく不思議な気持ちになりますね。手首は万年筆を持っているような気持ちなんですけど、ペン先はこう割とどっしりして動かないイメージで今まで万年筆を使っていたので、こう指先がぐにゃん動くみたいな、そういう感じすら感じますね。この細かい動きが、できすぎちゃうっていうのは悪い意味じゃなくて、それまでの万年筆の常識というかな、自分の手が覚えている万年筆の常識からすると、ここが動かせすぎてびっくりするっていう感じですね。でもそれ自体はすごく普段鉛筆とかボールペンとか、特に最近 0.25 とか28とかいう細いボールペンもたくさん出てるので、そういうので書いている感じとあんまり変わらないので、慣れるのは早いんですけど、最初ちょっとすごく面白い感じがしますね。で、ペン先のしなりが多少ありますね。しなり
を普段あんまりこう感じない持ち方をしてるんだと思うんですよ。手首を固定して、ここの形は割と固定してこう描くみたいな、こう全体を動かすみたいな感じで描いていると、そんなにこうしなりを感じる機会ってないんですけど、だからなんて言うんだろう、ペンごとこう平行移動させてるのではなくて、ここを軸にこう動かしてるみたいな感じの描き方に、すごく大げさにやるとですけどね、なるので、こう割としなりを感じるかもしれないですね。というふうに思います。書きやすいか書きづらいかというと、書きやすい。小さい字が書きやすいです。今まで多分プロフェッショナルギアスリムとかをレビューしてきた時に、取り回しがしやすいというか、この後ろ側が重たくないから、そのプロフェッショナルギアスリムとかは小さい字が割と綺麗に書けるっていうような話をしたんですけど、これはそうじゃなくて、後ろは長いんだけど、そのバランスの問題で書きやすいっていう感じですね。ただそんなに万年筆自体が軽くないので、例えば立って書くとかいうのは向いてないと思います。立って書くとかだったらプロフェッショナルギアスリムとかのそのもの自体が軽い方が向いてると思います。で、これでそうだな、何かを早く書いてみたりしたいので、ちょっと今ここで動画止めて、この後自分が何か早く書きたいものを探して、でそれで書いた感想を後でもう一回載せてから動画にしようと思います。一旦とりあえずこの本体を取り出してカートリッジのインクを入れて、とにかく書いてみたっていう状態ですね。こんな感じです。昨日というか今までのところは昨日撮影したところで、それから一晩いろんなことで万年筆を使ってみて、今またちょっと感想が出てきたので今動画を撮っています。でとにかく使ってみて疲れないかどうかを確かめないと始まらないなと思ったので、字をいっぱい書こうと思って、歴代の総理大臣を書いたらかなり字を書くんじゃないかなと思って書いたんですね。で書いたんですけど、これ全体ですね。複数出てきてる人は最初頭一文字だけ書いてたりもするんですけど、これで割と手が疲れたんですね。指が結構だるくなるみたいな感じで、あれ意外と疲れるなっていうふうに思いました。でもこれ話を最後まで聞いてください。お願いします。割と疲れ方が他の万年筆を使っているのと違って、指先が割と疲れるのかなっていう感じでした。でなんでだろうなと思って、よくロースクールとかの人がこのブラックラスターを使ってるっていう風に聞くけども、どういう感じで使ってるんだろうと思って、司法試験の回答用紙の見本みたいなのを見たんですね。でそしたらもっとね、こんなんじゃなくもっと急いでる字で書いてて、結構なスピードで書いてるんだなということを感じました。もう本当に読める最低限ぐらい、その採点をする人に読める、伝わるギリギリっていうスピードぐらいでもうずっと書き続けてるっていうような回答用紙で、これぐらいのスピードで書き続けるものなんだと思って、でそれと同時に思ったのが漢字かなまじり文ですよね。これ全部漢字なんですけど、漢字かなまじり文を書くのは多分違うだろうと思って、疲れ方が。でも漢字かなまじり文を何か書こうかなと思ったんですけど、特にそのぐらいの速さで書けるものですね、思い浮かばなかったので、自分が早く書けるものは数学とかの問題を早く解くときに割と字を早く書いているなと思ったので、高校生用の問題集みたいなのを適当に取ってきて解いてみました。でこれで気がついたのは、この万年筆が漢字かなまじり文を書くことに最適化されてる。いわゆる一般に日本語を書くときのその漢字とひらがなのその割合で字を書くときにちょうどよく一番疲れないぐらいになっているんだなっていうことを感じました。この数学でもこの日本語書いてるところって時々ありますよね。日本語書いてるところがすごく書きやすかったです。なんでだろうなと思った時に、この漢字だけ書いてた時にいまいち手が疲れた理由もちょっと分かって、漢字って画数が基本的に多いじゃないですか。で角もあったりとかして、万年筆のペン先の上げ下げがありますよね。上げ下げがこの字数に対してものすごく多いです。で多分そういうのには向いてないんですよね。
向いてないというか、そういうのはそんなに得意じゃなくて、そりゃそうで、このキャップを外した状態でも 20g ぐらいあるものをこうやって指先で上げ下げしている。指先で上げ下げしないと、例えば手首を軸にして、手首のここを軸にしてこう上げるとか、上腕を使ってこう上げるとかになるんですけど、そうじゃないと基本的にはこの指で持ち上げるとかっていうことになるので、その 20g のものをこんな回数上げたり下げたり、東国宮鳴彦のみたいなことを書いてると多分結構疲れるんですね。で、それが日本語だとというか、ひらがなだと結構早く書いてる時ってつなげて書いてますよね。局地おのおとかも2画で書いてるし、これ本当は3画だけど、とも多分1画で書いてるしっていう感じで結構つなげて書いたりとかしていて、文字数あたりペン先を上げ下げする回数が漢字かなまじり文を書いてる時の方が少ないですよね。で、それぐらいのペースで、ある程度の速さで横に進むようなものを書くときにすごく向いているなというふうに思いました。だからイメージで言うと、英語だとブロック体で書くよりも筆記体で書くような時に向いているという感じです。で、使っていて思ったのは、早く書こうとすると、やっぱり最初は間違えますね。早く書こうとするというよりは、普通の速さで書いてて、で、急いでどんどん急いで書きたい、先に書きたいっていう方が自然にスピードが速くなって、で、その時が割と疲れづらいような気がしました。あと、肘は完全に机の上に乗る。肘じゃなくても、肘のすぐ手前の骨のところまでテーブルに乗るぐらいで書いた方が疲れなくて早く書けるなっていう感じです。で、あとこの21金の大型ペン先が結構良くてですね、吸収してくれる感じっていうのかな。これがすごくいいなと思いました。これの後に14金中型ペン先とかも持って、その比較のために書いてみたんですけど、やっぱりペン先が硬い感じというのかながして、結構もう早く書いてると、打ちつけるじゃないけど、そういう感じになっちゃうのが、21金だとそれが避けられるなと思いました。なので、書いて、上げてちょっと考えて、書いて、上げてちょっと考えてっていう人は、もしかしたらこれよりも普通のプロフェッショナルギアとかの方が使いやすい人ももしかしたらいるんじゃないかなというふうにも思いました。だから早く書くって言っても書いて考えて書いて考えてっていうのにはそんなに向いてない。もうひたすらババーって書くっていうような方が向いてるっていう感じですね。あと、プロフェッショナルギアの21金のものと比べて感じたのは、書いててしばらく書き続けてると疲れてくるのは割とこの指先の方ですね。がどっちかというと疲れてくるというのかなという感じで。でもこっちが疲れても割と書き続けられるんですよね。なんだけど、プロフェッショナルギアを使ってる時の疲れ方は、ここに疲れが来るんですよね。ここに。だから親指の根元っていうのかなに割と疲れが来るので、そうすると、握れなくなってくるんですよね。手が疲れたっていう時こうなるんですけど、こういう感じに握っているのがしんどくなってくる。これはプロギア21金の方ですね。の方はしんどくなってくるんだけど、こっちはだるくはなるけど、書き続けられるっていう感じがあって、これは面白いなというふうに思いました。まだこれ本当に割とさっき気づいたことなので、どこにどう力が入ってるからどうやってこっちが疲れるみたいなことはそんなにまだ考えられてないんですけど、感じた事実としてはこういう感じですね。この万年筆がというか、それこそ例えばロースクールとかに行っている人で、その司法試験のために万年筆を使おうかなって思っている人の中で、万年筆が向いてるのは普通のペンをこうやって握る癖がある人ですね。握り込む癖がある人は割と握り込む癖があるから言ってるんですけど、多分握り込む癖がある人は万年筆の方が多分向いてると思います。というかこの万年筆で書くとこうやって握り込めないので、自然にこうなるしかないんですよね。この方が
早く書けるわけで、なので特にね握り込む癖がある人は握ることに疲れるっていうことがしばしば発生するので、握りすぎて疲れるっていうのをよく感じる人は万年筆の方が向いてるんじゃないかなというふうに思います。あとはあれですね、小論文とか、あとディクテーションですね。ディクテーションになっちゃった。ディクテーション、聞こえたものをそのまま全部書くっていうようなことをする人は、こういうタイプの、特にこの前が重たいタイプの万年筆の方が向いているのかなというふうに思います。で、一つ問題があるとすると、これだけこの万年筆が合う合わないとか、他の万年筆と比べてどこが疲れる疲れないっていうのを考えるのに結構書いたんですよね。多分ね、30分ぐらい書き続けないとどこがどう疲れるみたいなのってあんまりわからないと思うんですよ。なので文房具屋さんで試し書きをしに行って、その場でつけてもらったペリカンのロイヤルブルーみたいなインクでちょっと書いて、永遠の永の字とかを書くとか、ぐるぐるって書いたぐらいだと、このいい悪いとか合ってる合ってないがわからないだろうなっていうふうに思いました。で、どうしたらいいかなと思ったんですけど、中古とかを探してみるとか、思い切って買うっていうのもありだと思うんですけど、セーラーさんの万年筆はネット通販とかで買うって言っても割と信頼できるというか、世界のすべての万年筆メーカーの中でネット注文で買うのに、新品をですけどね、新品をネット注文で買うのに、最も向いているのがセーラーさんなんじゃないかなと思うぐらい、ペン先が割と精巧というか、個体差がすごく少ないというふうに思ってるんですけど、だとしてもネット通販でこれ3万円とかなんですよね。それをポンと買えるかっていうと、という感じではあるので、例えばヤフオクとかメルカリとかだと個人の方が出してるから、その前に使ってた人の書き癖とかが全然わからないので、ちょっとどうかなっていうのもあるんですけど、前もお世話になったキングダムノートさんとかねは、ある程度使えるようにして出してくださっている感じがあるので、そういうところで例えばちょっと安く購入してみて、で例えば万年筆を1本だけ試験に持っていくっていうことって多分ないと思うんですよね。予備とかが必要、突然インクが出なくなっちゃうとか、もうそれこそ例えば本番中に落としちゃってペン先が曲がっちゃうみたいなこともなくはないので、1本持ってくっていうのは割と危ないなと思うので、だからそれで使いやすかったら新しいやつを1本買ってそっちをメインで使って、中古で買った方はサブにするみたいなとかいう使い方にするとか、あと司法試験に例えば受かった先輩を知ってるとかいう人でもう使わないっていうことだったら、それをちょっとだけ借りてみるとかっていうのがいいんじゃないかなと思いました。すごくいいんだけど、例えばこれと普通のプロフェッショナルギアでとか、これと普通のプロフィットの21金の前が重くないシリーズのですねで、どっちが手が疲れないかっていうのをお店で支出するだけで見極めるのは結構難しいんじゃないかなと思いました。特にね、これ多分自幅で F とか FM ぐらいだ、FM あるんだっけなぐらいだと思うんですよ。ペン先もですね。だから割とイリジウムも結構ちっちゃいじゃないですか、このペン先の。で、これもだからもうある程度削るぐらい結構な勢いで、ある程度書いてで書き味がどうか自分に合うかっていう感じですね。だからお店にある新品をこんなに書く勇気はないのでっていう感じですね。でも合えばすごくいいと思います。今までね、後ろ重心のものの方がゆっくり書く上では疲れないので、割と後ろ重心のものを多く使ってきたというか、前重心のものを集中的に例えば興味を持って選ぶとか買うっていうことってしたことがなかったんですけど、すごくいいなって思いました。これが必要になるときは絶対にあると思います。あと数学も例えばじっくり教科書とかを読んで読みながら解くみたいな時は多分向いてないけど、ある程度
次の式を例えば展開しなさいみたいな問題を例えば10問一気に解くみたいなことがあったら絶対こういう方が使いやすいと思います。多分今までに言いそびれてると思うので、もう一回言ってる可能性もあるんですけど、手がある程度小さい人はキャップを外した方がいいと思います。キャップを外した方が良さがわかるというか、手が小さい人はこれキャップ外さないと良さが消えてしまうというかっていう感じがします。なのでキャップをつけた状態と外した状態とかでも確かめてもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。というわけで前重心のプロフィット21ブラックラスターっていう万年筆を購入したので紹介をしてみました。よかったら高評価とチャンネル登録、コメントなんかもよろしくお願いします。あと久しぶりにね動画を出したので、もしよかったら最近こういう万年筆を買いましたとか、これにハマってますとかっていうのを教えてくださると嬉しいです。それでは次の動画まで、またね。